一本魚が出た時の衝撃、それが多分あるからもうみんなやめられへん。ただ本当に簡単じゃない。今までのセオリーなんて全く通用しない。だからとにかく水辺にルアーを打ち込む。これで多分 0.8g ぐらいウェイト抜けたと思うから、ちょっと適当に具を突っ込んでいきます。ちゃんとこう自分が操作できるように調整してやらんとルアーの価値は上がらないというか、今年特に中身とか塩分濃度高かったからルアーの設定がね大幅に狂ってしまったんで、あとはこの辺りが、ビッグペンシル基本なんでね、これは補修も兼ねてるんですけどね、ウッドなんでやっぱ手加えていってやらんと。釣りの内容もそうやけど、やっぱ魚釣り自体が好きやから、可能であれば毎日釣りに行きたい。だからいろんな釣りやってきたけど、バスしかりシーバスもそうやし渓流もそうやし、時間が昼からでも時間が空いたらちょっと行ってみようってこう気軽に行ける。だから常にこう水辺に立たしてくれる手段の一つかな、このバスシーバスっていう一番身近なところ。特にこうシーバスってスズキっていう魚に関しては本当に日本全国どこでもおる、日本人にとってこう親しみ深い魚で、バスとシーバスっていったら子供の頃一番釣りたかった魚の筆頭やから、それをこの年になっても楽しめてるっていうのは、ビッグウェイト出会えたおかげでもあるやろし、常に釣りやね。子供の頃からずっと釣りしてた。まだまだねあるんですけどね、さすがに全部出すとやばいことになるんで、普段よく手にするようなルアーをこの辺りに。でここからピックアップしていつものバケツにいろいろ突っ込んでいってこう持っていく。言ったらとりあえずでかかったら何でも買うけど使い切られへんからね。でそんなんをやっぱ俺やってみたいという人がおったら、じゃあお前これで釣ってみ言うて渡して、その後音沙汰ないからやっぱみんな痛い目に遭ったやろうなと思ってそうやってルアーで遊ぶという思い出の、全部思い出やねんけどね、こいつかな、 AC ハッチェリー6インチ、80ソップモッドのテストしてた時に、真夏の真っ昼間ドビーカーの時にメーターオーバーの大陸に釣った思い出のルアー、思い出のロッド、ここから始まりました。魚のことを知るためにもやっぱりもう本当の王道の釣りも絶対外されへんからね。やるときは徹底的にやる。無償にラパラで釣りたい時もあるしね。全ての基本ですね。小学校3年の時にラパラで生後釣ったのがシーバスとの出会い。あの頃はもう震え上がりましたからね。こんなもんで魚が釣れるんか言うて。今日の予報37度、夏の日本海が本気出してきた感じですね。前方に見える中海大橋を
越えるといよいよ戦闘開始エリア。ちょっと風が強いんですけど、明日どうなるんか。今回行く中海なんですけど、本当にね、この日本を代表するシーバスのメジャーフィールドの一つで、周年通してウェイトも豊富で地形変化にも富んでて、かなり広大なフィールドになってます。まあ例年この時期といえば、この城終わって他の小型ベイトに移行していくタイミングなんですけど、あえてこの外した時期にビッグベイトでチャレンジしてみようと。そのルアーの力でどれだけ魚を引っ張ってこれるかっていうのを自分の目で確かめてみたい。よし、じゃあ行きましょうか。一つのフィールドに対してボートだけだとやっぱり見えないところもあるし、逆におかっぱりだけだと見えないところもあるし、釣りの精度をより高めていこうと思うと必然的にやはり両方やることになります。要はこうブレイクの一段下で休んでるっていうかステイしてるシーバスに対してルアーの影を当てて、で持ち上げる、そんな釣りを今やってます。いわゆる昼間詰めというやり方ですね。どうしてもルアーがでかくなると攻めのテンポが遅くなってしまうから、だからちょっと飛び道具系のビッグペンシルでやってます。ポジションというか魚のラインが絞れたらルアー一気にでかくしてやっていきます。ああ、暑い。魚の気配なしやけど突然出てくるから。けどこの 1. 何キロのスパン全部打つわけにもいかんし、まあ要所要所打っていくけど、要所要所は丁寧に大事にやります。次は近距離ブレイク打ちです。もう最初はまぐれかなって思うこともあったけど、おぼろげな形なんですけど、ぼんやりとこうパターンに近いもの、法則性というか、今まで語られることのなかった魚の側面が見えてくる。実践的に言うとより僕はバスに近づいたかなと思う。よりルアーを見せれるようになった。まあまあ風出てきたね。移動します。いつも通りやけど何の気配もない。ああ、ちょうど1時間やね、あと日没まで。すげえすげえ、さっぱやばい。もう真面目な動きになってるから、これはいいぞ。もう今から多分30分ぐらいでバーってこの辺の状況一変すると思うから、そのタイミングでどこに入ってるか、ここはちょっと慎重に。もうあと10分ぐらい見させてください。やっぱどうしてもキャストしてしまうとね、ルアーばっかり見てしまうから、だから広く見る。水面であったり、風であったり、鳥であったり、太陽の角度であったり。よし、じゃあラストワンチャンス始めます。ルアーはランカーパンカー、こいつに全てを託します。
ちなみに今からの時間はフィーディングの魚を当てに行きます。ベイトはめっちゃちっちゃいですけどビッグペンシルで当てていきます。3年前の日本海でもうすげえ有名なポイントで、もう朝間詰めはみんなずらっと並んでバイブレーション投げたりミノ投げたりしてて、その人たちが帰ったタイミングで僕らが入ってデカエルは投げ散らかして突然出てきて、あの時最高気温40度とか頭ボーっとしてもってもう幻でも見とんか思ったけど出てきたからね。あいつがあんな魚って普通に釣りしてたら今まで出てこんかった。やけどデカエルは取り込んだらそいつが出てきた。それやんね、そのおぼろげなイメージっていうのは。足元まで出てきて帰っていってんけど、もう目測130バチバチ反転の入った大陸、あれ見てしまったからもう追いかけるしかない。よし、終わりましょうか。もう日没になってしまったんで、この後の魚は僕の魚じゃないんで、今日はこれぐらいで終わりましょう。なんか脳みそがカラカラなるぐらい考えるから、やっぱり面白いわこの釣りは。低血糖なりそうや、脳みそもありすぎて。普通に釣ってたらね多分飽きてしまってるけど、魚釣りの何が面白いって思い通りにならんことが一番面白いから、常にそんな悔しい気持ちを味わえる毎日。ああいうそのベイトの動きとか回遊ルートを切る感じの時はほんまにもう立ち位置3歩間違えたらもうかすりもせん時あるからとか、その回遊ラインのこの設定を見誤ったら今度無駄にロングキャストしたら帰ってくるまでが長いやん。その間にシーバスすり抜けてしまう。であの辺はブレイクの位置とか分かってるからだいたいそこに合わせて投げとって。今日も暑なりそうやね。なんせ渋いっすよ。あとはキャプテン迎え来てくれるんで、それまでちょっと待っておきましょうか。いまだにそんなことあるみたいな驚きの連続やし、やっぱりそこに至るプロセス、そういうのただやっぱ釣ってしまうと見えないとこやから、僕全ての釣りにおいてフックの返しは潰してます。僕ができる最大限の経緯、あとバーブレス使うことによってそのファイトコントロールとかそういうタックルのバランスの良し悪しも見えてくるんでね。ほんま風やばいな。あ、来た、早っ。やる気やな、さては。世界に誇るアマテラス道場。おはようございます。もうなんなら共にこのエリアのビッグベイト開拓して、今となってはこの山陰エリアのこのスイムベイトシーンを牽引する存在。はい、お願いします。福井君はその水辺の環境がほんまに好きなんやなって思う。まだね若いけど、本当に僕が知ってる中で5本の指に入る釣り好き釣り馬の
一人やと思います。いやー、福井君久しぶりやわ、ほんまに一緒に釣りすんの。衝撃でしたね。おもちゃみたいなルアーとかを使って、シーバスとかバスとかをすごい釣ってて、家が近かったのでやっぱり釣りする川もすごい似てて、で、バッティングすることも多かったですね。これいつもお世話になってるお礼です。ありがとうございます。宿題です。そんなんしたら俺連日坊主じゃないですか。いや、そうですよ、いいんですよ。だから僕がこう手を施したルアーで違う人に渡してやってみいやと。わかりました。この釣りって本当ね、もう全く試行錯誤の最中の釣りでもあるので、やっぱりいろいろ試したいことがあるんですよね。でそういうのを本当ね、丸1日かけてじっくり取り組むことができる、そういうフィールドかなと。例えばもう潮がガンガン効くエリアとかだと、もう試合も15分で終わってしまったりとか、ルアーチェンジする暇さえない時もあるんですよね。この中海エリア、こう僕のイメージとしては干満差がほぼないんで、言ったらバスフィッシングの延長みたいな感じでこうシーバスに触れられるエリアなんで、やっぱりこういうところでじっくり魚の追いかけ方なりルアー操作も勉強して他のエリアに持っていって自信を持って掘り込めるように。いくよ。よし、はいよ。3.7 メートル、1.3 ノット。速いな、やっぱり。あかんな、速度が合わんな。やっぱ理想は 0.7 とか 0.8 ノットぐらいで流れていくのが理想。こういろいろ技が繰り出せるから、やっぱ船が速くなるとこう繰り出す技に制限がかけられるから、やっぱりいろいろできるけど船は常に動き続けるから、このルアーをひょっとしたらチェンジしてる間にこう魚の上通り過ぎてるかもわからんから、見切りのタイミングも難しいし止めとかれへんからね。おお、来た来た来た。わっ、ついとった。ついとった。ちっちゃいわ、60。おい。え今見たら。それ今日投げるやつちゃうじゃないですか。何言うとん。いや、いたって本気やから。マジですか。だから最初の流しで傾向を見ながら、もうルアーのセッティング組んでいこうと思って、もう分かってないから最近乗ってないし、この流しのうちに決めとかんと次の流しで釣るから、今の間に合わせていかんと間に合わん。やっぱ家である程度合わせてくるのと現場で見るのとは違うから、ただ8割ぐらいは合わせとかんとね、この微調整で済むように。さすがにここでドリルで穴開けてウエイト変えるわけにもいかんから。言うてもこの時間超大事ですよ今。次の流して決めんと。だから次の流し決めるで、ほんまに。こんな感じです。3連敗阻止が僕にかかっとうから。はい。頼みますよ。よっしゃ、いけるいけるいける。5.3 メートル、1.7 ノット。早いな。浅くて波が高くなったら移動します。はい。いつも窮地を救ってくれるゴースト島根チューンや。行ってこい。今から50メートルぐらい要注意。ちょっとレンジ入れ気味でいきます。とりあえず魚を引っ張ってきたいな。うわ、やべえな、クラゲ。もうピリピリしそうな投げとうだけで。よし、いけ。おるおる。よし、いけ。わあ、逃げた。早っ。
はい。小さかったっすか？うん。おちっちゃいは60ちょいぐらい。おクラゲから出てきた。クラゲから引っ張ってきた。でちょっと深かった。クラゲに見えた。うわ来そう来そう来そう、めっちゃ怖い。おお怖い。こんな中から出てくるんですか？こんなんがドワーン出てくるで。ルアーもちょっとレンジ入り気味の方がいいんですかね？レンジ入れて、はい、ここっていうとこでシュンって上げたら、はい、こうなんかなチェイスが深いねんすごい。だからそいつを1段上げたらなあかんから5メートルぐらい先でレンジキュンって上げたら、今みたいにフィューって上がってくる。それちょっと意識しとう方がええと思う。だからまあまあちょっと細かいとこ技使って当てていかんと魚浮いてこうへんと思う。福井君なんか投げたいルアーあったら投げてよ。はい、どれでも。3.9 メートル 1.2 ノット。はい。よし食った。あお。あかんか。くそ。エビりました。どつかれて。今のでかかったで。やっぱクラゲだわ。うん。2回ともクラゲの中から出てきたから。ああ、そうっすよね。うん。パンカー借ります。そうや、その調子や。その意気込みや。もうちょいテンポ速い方がいいですかね。いや、こんなもんですか。うん、そんなもんやと思う。もう止めんかったらええで。あ、はい。できたら45度ぐらいで切った方が、波をこう、たまに転がるやろ。はい。普通のペンシルやったら波切った方がええけど、はい、パンカーやったらちょっと波かわしながら泳がした方がコントロールしやすい。はい。一言で言うと、そのルアー釣りの楽しみ方を僕に教えてくれた人ですね。鬼怒川さんと出会って、例えばルアーとかにこだわったりだとかタックルにこだわったりだとか、いろんなルアーの使い方とかを教えてもらったおかげで、海外行ってちょっと厳しいなって時とかでも普段そういう釣りしてるおかげで魚釣れたことも結構ありましたし、シーバス釣りやっててよかったなって思うことは多いですね。大学卒業して仕事始めてから結構シーバス以外の釣り、例えばヒラマサとかマグロとかそういうビッグゲームって言われるような釣りも結構させてもらう機会があったんですけど、もう完全に船長に釣らせてもらってるような感じになるんですけどそれでもそれをシーバスにフィードバックできることもすごいあるんで、僕は一回全部の釣りをやってみたいなとは思ってますね。じゃあここで移動しましょう。はい、はい。どうしようかな。俺ね、割とクラゲの集中した場所でシもついてきたとか言おうたけん、もう一回同じラインを流してみたいんですよね。いや、だから日が上がるから余計とクラゲが効いてくると思うね。はいはい。やってみましょう。クラゲがこう溜まるっていうことは、こうカレントがこうぶつかり合ってそこにこう水の壁ができる。だからこういうだだっ広い何もないような湖系のポイントをやったらそういう変化になるから、基本ベイトがそういうとこたまるし、クルーズしてる魚がこう足を止めてくれるスポットでもある。そんな感じなんで、その攻略のこう一つのキーとしてクラゲは僕重視してますね。クラゲがいいんじゃなくて、クラゲがたまるようなこう水の壁ができる。ちょっとした潮目みたいなもんかな。よし行きましょう。はいよ。 4.7 メートルからです。トップやな。この感じ。そう、ペンシルしかできんな、これでも。届かんっすね。届かん。
多分入ったと思う。なんとなくうっすら見える、こっから。クラゲゾーン来た。よし、出るぞ出るぞ、来いよ。よし、着いた。いけいけ。よし、食った。お、よし、立ちそっちでいい。行くよこのまま。はいよ。よっしゃー。おいおい、よしよし、うわ、やったで。イカおろそうか。あ、取れた取れた。オッケーオッケー。ここ最近の状況を見とる俺からするとこれはすごいわ。いやでももう典型的な小型ベイトの付き方やわ。夏が来た。うん。普段何気に釣ってるこう60センチ70センチぐらいのシーバスであっても、どでかいルアーでこうバーンって出た瞬間、もう頭の中真っ白になりますからね。もう一発出たらもう後戻りできんっていうのはそこやと思います。逃がすよ。あ、待って待って。じゃあほんまに早逃がしたりたいね。あ、いやいやさすが動物なんすわ。元気やったらこのまま逃がす。ほら。よっしゃ。ありがとうございます。よし。これや。これやで。僕はその自分が知らないスズキの側面、それを知りたい。例えばこの釣りってナイトゲームがほとんど、まあ僕自身もねナイトゲームに育ててもらって今までやってきたんですけど、デイゲームの可能性っていうのも徐々に見えてきて、だからその思いがねやっぱ日に日に強くなって、もう本当にね限られた時間での長考なんでナイトゲーム捨ててデイの可能性にかけようと、ビッグベイトで、さらにはジャイアントベイトで。これどう思います？まだできる？いやー、巻いてみるわ。ああ、よし、5.4 メートルですね。なんと本日最速2ノット。クラゲがおらん。おらんすね、全然。どこや。来そうやな。でもね、ドーンってこれで巻きでドスーン来たらもうほんまなんか夏いう感じやけどな。あのサイズ感やったら出てくるのは分かってるけど、それやってしまうとこう次の一手が打たれへんというか、ただそれの繰り返しになるから、やっぱ次の一手を増やすためにやっぱり釣れたルアーは僕は外して違うルアーで当てていく。だから釣りたいけど釣りたくないっていうのはそういうところにもつながってくるんですよ。その先、だから撮影の時にこんな釣り方するのすげえ申し訳ないなと思うんですけど、やっぱりたとえ撮影であっても自分が納得できる魚釣りたいから、たとえまあこの後このまま坊主になる可能性もあるけどやりきります。もうあとちょっとで合わせられそうやで。なんでやりますよ。多分もう6年とかっすかね。でもあれっすね、一回一緒になると一緒に乗る時間がめちゃ長いじゃないですか。だからまあまあ時間的にはそんなもんだけど密度がすっげえ濃いですよね。それは間違いないですわ。まだ流す？もうちょいやろうと思ってたんですけど。やってほしい。やりたいでしょ。やりたい。パターン見つけるから。
まあそんな師匠のパターンを探す手伝いとかって俺の腕じゃ無理っすわ。いやそしたら次お客さん来た時にこう役立つやん。大抵次来るお客さんも衣川慎吾さんなんですけどねああそうかちょこっとだけ開けてすぐ来るじゃないですか。うんちなみに来週の火曜日とか予定入っとん？めっちゃ釣れそうですねそれ。そうやろ。はい。でもこのセッティングにたどり着くのに2年半かかったよ普通こんな20センチぐらいのルアーなんかほとんどの人は投げようと思わなかったと思うんですけど、でもそういう衣川さんみたいな人がそういう冒険をしてくれてるおかげで新しい効果的なルアーとかも教えてもらえることができますし、助かってる部分はすごいありますね。でも一番面白いとこをそうやって僕が取っていってしまってるんかもわからんけどなだってもう僕家の近くに川があるんですけど、学校帰りに川でエギ投げてる人いるってうわ何やあれと思って見てたら、出た。おくっそー持ち込まんかった。噛んだっすか？いやでも60ちょいか。うわそれでもええねん。このサイズ食ってくれたら何言うとったっけ？エギの話やったっけでもあれが出会いよな。まあそうですね、あの時に初めて会いましたね。あの時の衝撃、興奮、感動って言ったらちょっと大げさやけど、そういう刺激ですよね。心が揺さぶられる瞬間、もう初めて魚釣った時の発見であったり驚きであったり、もうやっぱそういうことが日々起こり得る釣り。ただそれは釣り人100人おったら100通りのスタイルがある。だから僕はその中の一人としてビッグベイトに行き着いた。だけんこの流しやってあともっぱつやって終わりぐらいですかね。はい。でも言ってもね、店長の協力もあってここまでビッグウェイトゲームの形に持ってこれたのはやっぱりこの中海のフィールドであり環境でありかな。でもこれって今やってることってここだけしか通用せんわけじゃないからね。他のエリア行っても同じことが起こせる。だから面白い。やめられない。4.5。はい。浮いてこい。まだもう一回。あと師匠が2頭ですね。2頭、はい。4.7 メートル。はい。まだか。これ出てくる。多分出てくる。